部長、どうしたんですか？どうしたんですか？おい、誰か、救急車を呼んでくれ。部長が、息してないみたいだ。それは、ある日の会議中のことだった。朝から顔色が悪かった中野由香子部長が突然ふらつき始め、そのまま倒れた。俺は慌てて近寄り彼女の様子を見る。床に倒れ伏した彼女は真っ青な顔に苦しげな表情で呼吸もしていない。誰が見ても危険な状態だった。床に倒れた部長を前に俺は選択を迫られていた。あなたは AED を、あなたは救急車を呼んでください。急いで。近くにいた同僚に指示を飛ばす。普段はおろおろしていることの多い俺が突然大声を上げたことに驚いたようだったが、もう一度繰り返すと二人はそれぞれの作業に取り掛かった。心臓マッサージの準備をしながら、だから早く医者にかかってくれとあれほど言ったのに、と心の中で叫ぶ。だが今はそんなことを気にしている場合ではない。俺の選択が、その後の俺と彼女の人生を大きく変えることになる。俺の名前は野田啓太。今年で40歳になる。家族は妻と子供の3人家族。俺はとあるフリーマガジンを発行する会社の編集部に所属している。以前は別の職業に就いていたのだが、とある事情でその仕事を辞め、今の会社に就職した。中途採用の上、それまで就いていた職とは全く異なる業務内容の職だったから、専門的な仕事は回ってこない。回されるのは書類の整理や電話番、来客対応といった雑務ばかりだ。入社したばかりの頃は、一通り編集の仕事も研修を受けたのだが、あまりに手際が悪かったので雑用係に収まった。野田さんって仕事は丁寧だけど、それだけって感じだよね。前に出てこようとしないっていうか、やる気が感じられないっていうか、なんでうちの会社に受かったのあの人。どこの大学出たとか、前やってた仕事のことも教えてくれないし、給料泥棒じゃん。でもさ、あの人に雑用を押し付けられるおかげで面倒な仕事しなくて済むし、それに野田さんも窓際で暇してるより仕事してる方がさ、気が紛れていいんじゃないの？泥棒にならないように給料分くらいは働かせてあげないと。優しい。給湯室から聞こえてくる楽しげな同僚の声。明らかに俺に聞こえるように立てられた声を聞きながら、俺はそっとため息を吐いた。こんな時、俺は昔のことを思い出す。この会社に入る前に従事していた仕事。目が回るほど忙しかった日々を思い出すと、二度とあんな思いをするのはごめんだという自分と、なぜか懐かしいと感じる自分がいて戸惑った。絶対にあの職には戻らないと決めてこの職を選んだのに、今更惜しいと思うなんてどうかしている。世界を覆っていた雪が溶け、長い冬が終わり、春がやってくる。新年度を迎えた会社に新しい社員たちが入ってきた。大学を卒業したばかりの新入社員や移動してきた社員の中に彼女はいた。中野由香子と名乗った彼女は、その瞬間、全社員の視線を独り占めした。サラサラの黒髪、涼しげな目元、浮かべる微笑みは穏やかだが、芯の強さも感じられ、まとう気配もエネルギッシュで、立ち居振る舞いもクール。俺よりもずっと年下だが、当然、段違いに仕事ができる彼女は、俺の直属の上司になった。彼女は自分にも他人にも厳しかったが、いい仕事をする人間はきちんと認め、正当な評価を下す人だった。そんな彼女の目にも、俺の不出来さは目に余るものがあったらしい。野田さん、さっき作ってもらった報告書なんですが、タイプミスが目立ちます。あと、ここの表現とこの言葉は別の単語に直してください。外には出ない書類ですが、社内の人間は見るんですよ。
あなたも編集部の一員なんですから、使ってはならない言葉に関しては気をつけていただかないと困ります。野田さんはここに入って3年でしたか？そろそろ慣れてくださいね。毎日のようにそういった指摘が飛んでくる。毎回きちんと指摘してもらえるのは助かるが、その度自分の不出来さを目の当たりにして落ち込んだ。部長も俺の仕事ぶりには呆れと驚きを隠せないようだった。野田さん、何度指摘しても同じような間違いを繰り返すのよね。話はちゃんと聞いてくれているみたいなんだけど、どうしたらいいのかしら。そんなことを他の同僚に愚痴っていたらしい。申し訳なくて涙が出そうになった。部長が就任してから半年ほど経った頃、その日は朝から雨で肌寒い日だった。出社するとすでに部長が業務に励んでいた。部長が担当しているページの締め切りがあさってだから、その作業をしているのだろう。自分の担当記事だけではなく、他の社員が作成した記事のチェックや編集作業、デザイナーとの打ち合わせ、営業などなど、とにかく彼女は忙しい。パソコンとにらめっこする彼女の邪魔にならないように、俺は足音を潜めた。昨日やり残した郵便物の仕分けや伝票の整理をしていると、部長のデスクから大きな音がした。思わずそちらに視線をやると、部長がデスクの上に突っ伏している。小さくうめき声のようなものも聞こえてきた。最初は執筆がうまくいかずにうなっているだけかと思ったが、どれだけ忙しくてもキリッと背筋を伸ばしている彼女に限ってそれはないと思い直した。苦しげな声が再び聞こえたとき、考えるよりも先に体が動いた。部長、どうしました？大丈夫ですか？デスクの横に膝立ちになり、部長の顔を覗き込みながら声をかけたが返事がない。固く目を閉じ、浅い呼吸を繰り返している。胸のあたりをぎゅっと握りしめているのを見て、俺はすぐに発作が出ているのだと理解した。部長、落ち着いて、一度息をこらえてみてください。胸と腹に力を入れて、大丈夫ですから。俺は彼女にそう声をかけると、立ち上がり給湯室へ駆け込んだ。置かれている紙コップに冷蔵庫から取り出した冷たい水を注ぎ、それを持って部長のもとへ戻る。これを飲んでください。水を渡し、彼女がそれを飲み切るのをじっと見守る。救急車を呼ぶべきか否かを判断するべく様子を見ていると、次第に部長の呼吸が安定してきた。どうですか？苦しいところは？まだ辛いようなら病院へ行った方がいいと思いますが。俺の問いに部長はそっと横に首を振った。大丈夫です。だいぶ良くなりました。深く息をつきながらそう言うと、彼女は俺の顔を見上げた。ありがとうございます。久々に症状が出たのでちょっと動揺してしまって。その口ぶりから、俺は部長の今回の発作が初めてではないことを知った。彼女が起こしたのは典型的な不整脈の症状だ。今回は大したこともなく落ち着いたのでよかったが、心臓に溜まったダメージは心不全や脳梗塞につながる場合もある。そこを指摘すると彼女は苦笑した。そうですね。わかってます。ちゃんと病院に行きますから。安心してくださいと言いながら、彼女はにこりと微笑んだ。なんとなく病院に行く気がなさそうな気配を感じ取ったが、無理強いをすることはできない。一応、絶対に行ってくださいね、と注意をした俺は、発作が起きた時の対応について話した。本当は病院に行く、救急車を呼ぶのが一番なのだが、病院に着くまでに少しでも苦しさを抑える方法があるのなら、それを知っておいて損はない。俺はたった今部長にやってもらった対処方法と、あと不整脈に効くと言われているツボについても話をした。部長はツボを押したくらいで良くなるとは思えないと、その時は苦笑していたが、何ヶ月か経った時にまた発作を起こしてしまった際に試したところ、症状が軽くなったらしい。野田さん、ありがとうございます。教えてもらったツボ、本当に効きました。他の対処の仕方もバッチリでした。野田さん、随分と体のことに詳しくてびっくりしました。
キラキラと笑顔を輝かせる彼女に、よかったですね、と俺は返した。でもそういう時は早く病院に行った方がいいです。取り返しのつかないことになりかねませんよ。俺は真剣にそう伝えたが、部長はまた苦笑するだけだった。その一件以来、部長の俺に対する態度が少し柔らかくなった気がする。前は呆れ顔ばかり向けられていたが、柔らかい表情を向けてくれるようになった。俺の仕事ぶりは相変わらずだったけれど、部長は俺の適性を見抜いてくれて、重要な仕事にも少しずつ関わらせてもらえるようになっていった。これまで冷たく当たってごめんなさい。これからもよろしくお願いしますね。そう謝罪されたとき、今以上に仕事を頑張ろうと、そう思えた。けれどまだ、あの仕事に対する未練は俺の中にくすぶっている。その日は朝から寒かった。晩秋も終わりに差し掛かったその日、いつものように出社すると、部長が先に仕事を始めていた。おはようございますと声をかける。挨拶を返してくれた彼女はいつもより白い顔をしていた。調子悪そうですね。思わずそう口にしてしまった俺に彼女は苦笑した。最近ちょっと忙しくてあんまり寝てないんです。寝不足なだけですから。彼女はそう言ったが、それだけでないのは明らかだった。おそらく満足に食事もとっていないだろう。以前よりも細くなっているように見受けられた。部長、無理はいけません。早く医者にかかってください。この数ヶ月、何度口にしたかわからない言葉を口にすると、彼女は力なくうなずいた。わかってます。今抱えている仕事が一段落したら休めるので、休みに入ったら行ってきますよ。同じことを何度も言われるのって結構答えるってわかりましたし。おそらく部長は俺に対して同じ指摘を何度も繰り返していたことを思い出しているのだろう。申し訳なさそうにする彼女にそれ以上の言葉をかけるのはためらわれて、俺はそっとその場を後にした。就業時間も中頃、昼食の休憩時間を終えてすぐの時間帯に部署内の会議が行われた。現実世界ではこれから冬を迎えるが、雑誌やフリーマガジンの編集部は春の内容について話し合いが持たれる。市内で予定されているイベントや桜の情報、飲食店の新規オープン予定やスプリングフェアの割引情報など、話し合われる内容は多岐にわたった。適宜メモを取りつつ、これから忙しくなるなぁと考えていると、部長が立ち上がった。最後に彼女自身が持つコーナーの執筆予定と全体のまとめについて話そうとしているらしい。だが、様子がどこかおかしかった。いつもであれば、凛と背筋を伸ばし、はつらつと聞き取りやすい声で話すのに、今日は声が小さいし、話すのも苦しそうに聞こえる。朝の様子を知っていた俺は嫌な予感に苛まれた。そしてまさかと思った瞬間、机に手をついた部長の体がふらりと傾き、そのまま床へ倒れた。部長、どうしたんですか？彼女の一番近くにいた同僚が叫ぶ。会議室に一気にざわめきが満ちた。部長、しっかりしてください。悲鳴のような叫びが続く中、俺はこんな言葉を聞き取ってしまった。部長が息をしていないようだと。その言葉を聞いた瞬間、俺は駆け出した。床に倒れ伏した彼女の横に膝を折り様子を見る。真っ青な顔に苦しげな表情。誰かが言った通り呼吸もしていない。考えるよりも先に、戸惑うよりも早く、俺は叫んだ。あなたは AED を、あなたは救急車を呼んでください。急いで。近くにいた同僚に指示を飛ばす。野田さん？そんな同僚の戸惑いのセリフが聞こえた。普段窓際に徹する俺の大きな声を聞いたのは初めてだったに違いない。しかしそんなことを今はどうでもいい。俺は部長を仰向けに寝かせ、胸の中央あたりに両手を置く。左手の甲を右手の手のひらで包むようにして重ねた手で部長の胸をぐっと押した。数を数えながら規則正しいリズムで心臓マッサージを施していく。
やがて AED を手にした社員が戻ってきた。救急訓練で使用したことがあるという話だったので、AED の操作はその同僚に任せ、俺は心臓マッサージを続ける。周りにいた女性に手伝ってもらいながら、衣服をはだけさせ、AED のパッドを装着する。やはりショックは必要なようだった。AED の指示に従って距離を取り、ショックが加えられたことを確認してから、再び心臓マッサージに戻る。永遠にも等しい数分が経った頃、部長の顔が歪んだ。彼女が咳き込んだのを見て、少しだけ安堵する。呼吸は戻ったが、まだ油断はできない。一度持ち直しても、再び危険な状態に戻ってしまうことなど、当たり前のように起こるからだ。駆けつけた救急隊員と共に、俺は救急車に飛び乗った。嫌な予感がする。部長が運ばれたのは会社の一番近くにある病院だった。部長が処置室へ運ばれていったのを見送った俺は待合室へ通された。会社へ報告を入れ、待機することしばし。処置室へ入るようにと看護師から声をかけられた。部屋に入ってすぐ右手、CT やレントゲン写真を前に一人の医師が座っている。彼の近くにあった椅子に座ると、彼はこう言った。非常に危険な状態です。今すぐにでも手術をしなければなりません。そうして彼が口にした事実に、俺は目を見開いた。もともと不整脈が出ていたということですが、中野さんは生まれつき心臓に疾患を抱えていたようです。というか、その疾患が不整脈につながっていたことは明らかです。どうしてここまで放っておいたのか。もっと早く病院にかかっていれば、ここまでにはならなかったはずです。仕事が忙しくて病院に行っている暇がないと部長が言っていたのを思い出す。こうなる前にもっと強く医者にかかることを進めておけばよかったと、俺は後悔した。さらに悪いことに、心臓から出ていくここの血管にも問題が起きていて、部長の担当医師が言葉を詰まらせる。その先は言わなくても察することができた。かなり難しい手術になるということですよね。俺の言葉に彼は眉間にシワを寄せながらうなずいた。同等の手術の成功率は 2% と言われています。2%。その数字に俺は眉根を寄せた。でも成功する可能性がないわけではない。そうでしょ？だが担当医師は俺の言葉にそっと横に首を振った。確かに確率はゼロではない。ですが執刀できる医師がこの病院にはいないんです。私は専門外。担当できる医師は運悪く出払ってしまっている。他の病院に移す時間はない。そう言うと彼は頭を抱えた。今すぐ決断しなければ彼女の命は燃え尽きてしまうだろう。だが自分の力ではどうすることもできない。彼の苦しみが伝わってくる。そして同じ葛藤を俺も抱いていた。俺なんかに何ができるんだとか、ブランクがあるのにとか、否定的な言葉ばかり浮かんでは消えていく。けれど最後に残ったのは、救えるのなら救いたい。そんな言葉だった。俺がやります。俺がメスを持ちます。ポツンとつぶやいた言葉は、はじめ担当医師に届かなかったらしい。もう一度強い口調で繰り返すと、彼は目を見開いた。何を言ってるんですか？あなたは医者じゃないでしょ？そんな人間にメスを握らせるわけにはいきません。当然の反応だろう。そんな担当医師に俺は意を決して自分の名前を伝えることにした。すると堅くなだった彼が、それは本当かと尋ねてくる。本当にあなたは野田啓太さんなんですか？野田啓太さん？俺が深くうなずくと、彼は慌てて内線を取った。内容から察するに、彼は院長とやりとりをしているらしい。途中で受話器を渡された俺は、院長と二言三言言葉を交わすと受話器を置いた。医師とうなずき合い席を立つ。時間がありません。案内をお願いします。医師の先導に従って、俺は処置室を出た。向かうのは手術室だ。担当医師にアシスタントに入ってもらい、ベテランの看護師たちと共に手術に臨んだ。白い肌にメスを入れる感触は何度経験しても慣れることはない。だがその感触は
かつての記憶をはっきりと思い起こさせた。集中なんて改めて自分に言い聞かせるまでもなく手が動く。血管や神経、傷つけてはならない部分を避け、患者に救うものを切除していく。慎重に慎重に。途中、ヒヤリとさせられたこともあったが、順調に手術は進んでいった。そして無事に縫合を終えた俺が大きく息を吐き出すと、周りから拍手が起こった。まさか本当に成功させるとは、さすがは野田啓太。神の愛した手の持ち主だ。アシスタントに入っていた医師のその賛辞に、俺は苦笑した。それは懐かしくも少しだけ心が痛む呼ばれ方だったからだ。手術を終えて数日後、俺は部長のお見舞いへ向かった。病院の方から何か起こった時にすぐ対処できるよう、術後の様子を逐一連絡してもらっていたので、彼女の経過が順調であることは分かってはいたけれど、やはり直接様子を確認しておきたい。ナースステーションで詳しい経過報告を受けた俺は、彼女の病室へと足を向けた。部屋を覗き込むと、彼女はベッドに身を預けながら雑誌を読んでいた。つながれた点滴は生々しく、顔色もまだまだ健康とは言い切れないが、快方に向かっていることはわかる。声をかけると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。野田さん、こんにちは。お見舞いに来てくださったんですね。ありがとうございます。長居する気はなかったのだが、座るよう勧められたので、近くにあった丸椅子に腰を下ろした。部長はベッドの角度を調整して居住まいを正すと、ペコリと頭を下げた。お医者さんや看護師さん、会社の皆さんからも聞きました。倒れた私に心臓マッサージをしてくれたのも、手術をしてくれたのも野田さんだったって。本当にありがとうございました。すごく難しい手術だったんですよね。成功率 2% だったって。そこまで話す必要はなかっただろうにと、余計な話をした医師か看護師に苦笑していると、部長はまっすぐ俺を見つめてきた。野田さん、お医者さんだったんですね。会社の誰に聞いても、前に野田さんが勤めていた職場のことを知っている人はいませんでした。皆さんも驚いてましたよ。野田さんがまさかお医者さんだったなんて。そうですね。誰にも話しませんでしたから。ポソポソと俺が返事をすると、部長は痛ましげな顔をした。何か理由があるんですか？もしよかったら教えてほしいですと言われ、俺はためらいながらも口を開いた。今の会社に入社する前、俺は外科医として働いていた。自分ではどうしてそう呼ばれるのかよくわからなかったけれど、天才外科医だとか、神の愛した手の持ち主だとか、そんな風に呼ばれていたらしい。小さい頃から学校の成績は常にトップだったし、給料が良くて生活に困らないだろうからという理由で選んだ医者の道だったが、実際に患者と接する中で、次第に医師としての自覚が芽生えていった。もっとたくさんの人を救いたい。辛い苦しみから解放してあげたい。誰もが元気に健康に生きられる世界のため、俺は積極的に知識を仕入れ、国内最高峰の大学病院で経験を積み、技術を磨いていった。患者からの評判は決して悪くなかったと思う。でも一人の男として、親としては最低の人間だったと言わざるを得ない。仕事に没頭するあまり、家庭を顧みなかった俺は、子供が生まれた日も、妻の誕生日や結婚記念日も仕事漬けだった。家に帰ることすらままならず、たまに帰ることができても、二人はすでに夢の中。そんな俺を息子は親として見てくれなかったし、妻の視線もどこか諦めが混じっていた。このままではいけないと分かっているのに、行動に移すことができない。この仕事に型がついたら、この手術が無事に終わったら、区切りがついたら家に帰ろう。帰って家族サービスをしようと何度も考えたけれど、実行に移すことはできなかった。悪いことは重なるもので、自分の経験のために、医療界の発展のためにと引き受けた仕事が抱えきれないほど膨れ上がった。激務に次ぐ激務は俺の体と精神を蝕み、ついに俺は
体を動かせなくなってしまった。いつもなら見下ろすだけの病院のベッドに寝かされた俺は、ぼんやりと白い天井を見つめながらこう思った。俺よりもっとハードなスケジュールをこなしている医師はたくさんいるのに、どうして俺にはできないんだ。家族とうまくやっている医師だってたくさんいるのに、どうして俺はできないんだ。この程度の仕事量で心身ともに疲れ果ててしまうなんて、俺は医者に向いていないんじゃないか。こんな調子じゃ患者も家族も誰も救えない。俺はもう医師を辞めた方がいい。ぽつりとつぶやいた言葉が病室に拡散する。そうして俺は医師という職を辞めた。しばらく家で休養し、まともに動くことができるようになった頃、次の職を探し始めた。医師を辞め、家で過ごすことが多くなったおかげで、妻と息子との関係は改善されていたこともあり、夜勤もなく定時で帰ることができ、週末もきちんと休みが取れる仕事を探した。そうして見つけたのが今の仕事だ。働き始めてすぐに今の仕事も俺には向いてないなと思ったんですけど、定時で上がれてちゃんと休みも取れるので続けることができています。周りには迷惑ばかりかけてしまって本当に情けない限りなんですが、でも最近やっとコツをつかめてきた気がするので、少しでも役に立てるように頑張ろうと思ってます。俺が苦笑交じりに話し終えると、部長はじっと俺を見た。真剣な眼差しに背筋が伸びる。いいえ、あなたは病院に戻るべきです。部長にそう言われ、俺は肩を落とした。そうだよな。窓際の役立たずが何を偉そうなことを言ってるんだって話だよな。と思っていると、慌てた様子で部長が口を開いた。違います。今の仕事を辞めろって言ったわけじゃなくって、野田さんはお医者さんの仕事は自分に向いていないって言いますけど、私はそうは思わないから。だって目の前で具合を悪くした人や倒れてしまった人を野田さんは放っておけないでしょ。それにその心に見合うだけの腕もあるじゃないですか。絶対野田さんにとっての天職ですよ。それに未練があるって顔に書いてあります。わかりますよ。私も同じだから。部長はそう言うと少し遠くを見つめるような目をした。部長はかつてデザイナーの職に就いていた。幼い頃からの夢だったのだという。必死に勉強しセンスを磨き、憧れだった会社へ入社した。だがそこで他の才能ある同僚たちに出会い、己の不出来さに絶望したという。私が徹夜で考えたデザインよりもはるかに素晴らしいものを同期たちは次々に発表していきました。私の考えたデザインもいくつか商品化しましたが、結果は散々。後輩たちにもどんどん抜かされていってしまった。ずっと憧れていた職業でしたから踏ん張っていたんですけど、ある日もう続けられないなって思ってしまって、だからやめました。でも、と彼女は続けた。自分に才能がないことを知って、納得して辞めたはずの仕事だったけれど、今になって後悔しているのだと。もっとやりようがあったと思うんですよね。あの会社の色に縛られず、自分のやりたいようにやれていたら、もしかしたらってそう思っちゃうんです。野田さんも少しやり方を変えたら、きっと前よりも活躍できるんじゃないかなってそう思います。それに野田さんはとても腕のいいお医者さんなんですから、そういう人は世のため人のため、できることをしないと、私だけじゃなくてたくさんの人を救ってください。野田さんもそうしたいと思ってるはずです。違いますか？そう言い終えると、偉そうな口を叩いてごめんなさいと彼女は苦笑した。俺は彼女の言葉に首を横に振ることしかできなかった。こうして部長の件をきっかけに、俺は医師の道へ戻ることになった。再就職先に選んだのは部長の手術を行った病院だ。彼女のお見舞いに行った際に、手術の時、アシスタントをしてくれた医師とも話したのだが、部長にもした話を彼にもすると、そういうことならぜひこの病院で働いてほしいと打診された。後日院長との面談もあり、外科医として正式に迎えてもらえることになった。彼らはかつて俺が精神的にも身体的にも疲れ切ってしまった時のことを知っているので、無理な勤務や過度な夜勤もない。俺だけではなくて他の医師や看護師、
スタッフたちも同様の働き方をしているそうだから、いい病院に入ることができたということだろう。妻や息子もかつてのような無理をせずに、医師として生き生きと働いている姿を見て喜んでくれているようだ。中野部長、いや中野さんは会社勤めの傍ら、個人でデザインの仕事を再び始めたという。大した仕事はもらえていないと苦笑していたが、夢を追いかける喜びを取り戻した彼女は以前にも増して魅力的だ。いつの間にか俺の妻と息子とも仲良くなったそうで、よく3人で出かけているんだとか。今度の休みには俺も一緒に混ぜてもらうことになっていて、美味しいものを食べに行こうと話している。かつて俺は無理をしすぎたことが原因で自分の天職を見失いかけていた。けれど気づくことができた。俺はこの仕事が好きだ。これからも無理だけはせずに苦しんでいる人をできるだけたくさん助けていきたいと思っている。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。